心の大地に鮮やかな夢、思い描くってことはね、特にお金がかかることでもないですし、宝は皆さんの心の中にあるんだ。ちょっと偉そうですね。いえいえ、とんでもございません。皆さんこんにちは、ワディムの優雅です。第1回目のワディム賞はジブリを音楽からたどる。皆さんも作品の何か一つは見られたことがあると思います。今回はスタジオジブリさんが送る千と千尋の神隠しより主題歌を歌われている木村由美さんをお招きしてですね、一緒にお話をしていきたいと思います。木村さん、よろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いいたします。ご存知の方もですね多いかと思うんですけれども、私の方からまず木村さんのご紹介をさせていただければなというふうに思っています。大阪に生まれた木村さんはですね、神戸女学院から、16歳で単身渡米をされ、カリフォルニア州立大学でピアノを専攻。1988年に木村さんのトレードマークでもあるドイツの思想家に共感した人たちによって作られたライヤーという楽器に出会い、独自の弾き語りを確立します。2001年、宮崎駿監督作品の千と千尋の神隠しの主題歌いつも何度でもを作曲歌唱し、2004年には谷川俊太郎さんと共作された世界の約束がですね、ハウルの動く城の主題歌に抜擢をされ、第52回 NHK 紅白歌合戦では特別ゲストとして出演、日本レコード大賞では金賞を受賞されるなど、今もなお多彩なご活躍をされております。そんな木村さんにですね、楽曲の背景やあまり知られていない木村さんとジブリについて伺っていきたいと思います。まずはですね、木村さんとジブリの出会いからお話を伺えればなと思うんですけれども、はい、一番最初ジブリと出会われた作品であるとか、そういったちょっとストーリーをお聞きしたいんですが。はい、まず最初に見させていただいた映画が「風の谷のナウシカ」だったんですけれども、それ以来宮崎さんの作品はずっと見させていただいているんですが、とにかく日本にもこんな透明感のある作品を作る方がいらっしゃるんだって思って、嬉しい驚きとともにずっと見させていただいてたんですね。それで1997年だったと思うんですけれども「もののけ姫」が公開されて大ヒット、その当時も大ヒットっていうことだったんですけれども、その時にカウンターテナーのメラヨシカズさんが歌われた主題歌の「もののけ姫」も本当に広く知られるようになって、私自身もライアーの弾き語りでその主題歌をよくコンサートで歌わせていただいてたんですね。それで、私はどうも人混みが苦手なもんですから、やっと1年経ってから新宿の小さな映画館でまだやってましたので、見に行ったんです。印象に残っちゃって、それから2ヶ月ぐらいそのことが心から離れない時期が続いたんですね。それが始まりというか。なるほどですね。はい、1997年に公開された「もののけ姫」がきっかけだったということで、実は私自身が生まれた年でもあるんですけれども。そうおっしゃってましたね。そうなんですよ。具体的に「もののけ姫」のどういったところに木村さんご自身が心を惹かれたといいますか。そうですね、今考えても何が一番っていうのが自分でも分かんないんですけど、とにかく人と森との対立とか人と人との対立が描かれていたんですけれども、いわゆる一般的な善玉対悪玉の戦いっていう感じ、そういう構図ではなく、両方の側にそれぞれの言い分があって、それぞれなんかいいところもありそうでないところもあり、でもなぜか対立してしまうっていう、そういうふうに描かれていて、それが私が感じていた現実ともとても呼応してて共感を覚えたんですね。はい、それとかあとその戦いっていうのが他者との間のものだけでなく、例えば主人公のアシタカ
の内にある憎しみとの戦いとしても描かれていたり、人を傷つけることで自分の体が痛み出す、なんか足利がこう人を殺めるじゃないですか。そしたらその後ぐっと傷が痛みますよね。痛くなってあざが大きくなはっきりあざが出てきてしまうとか、そういう描写だとか、あとなんか森に獅子神が現れて、その光を足利が浴びたことで急に腕が痛くなるんですけれども、その後ちょっと癒されているとか、そういう描かれ方っていうのがすごく印象的で、私にとっていわゆるこう悪いところを排除すれば問題が解決するっていう、あるいは悪いところを取り出せば病気が治るとか、そういう、いわゆる、どちらかというと西洋医学的な考え方ではない方のこう感じで描かれていて、それがとても私には身近に感じられたんですね。でなんかそれがもう心に残って、あともちろん主人公の足利がすごくかっこよく描かれていて、それも印象に残りましたし、とにかくずっとそのことが心から離れなかったんですね。なるほどですね。悪い病気の部分であるとか悪い部分だけを取り除くのではなくて、逆に体の内側というか体全体を治して改善していくという、どちらかというと東洋医学的な考え方ですよね。なんかみんながどっかでつながっていてっていうか、ある意味で優しさが感じられているか、みんなを理解したいっていう、それがやっぱりすごく私は好きだったんじゃないかなと思うんですね。でその当時海外でもそういった考え方っていうのかな、それはあまり一般の人たちの間では浸透していなかったと思うんです。これはきっと海外の人も絶対喜ぶんじゃないかって思って、みんな新鮮にきっと感じて、みんなにも見せてあげたいっていうふうに思ったんです。なるほどですね。でもバランスってすごく大事だと思ってですね、病気を治すだけではなくてやっぱり精神的な面であるとか、そうですよね。やっぱり負担とか不安になっていると、体って調子よくならないなというふうに思っていて、聞きながらちょっとそんなことを思ってました。そうですか。やっぱり広く捉えないと、問題だけ見てるとなかなか解決しないっていう部分がありますよね。そうですね。なるほどですね。今ですね、もののけ姫の心惹かれたポイント聞いたんですけれども、それから実際に木村さんが楽曲を提供するようになった経緯というか、どのような形でっていうところで、そこからのちょっとまたストーリー聞いていきたいなと思うんですけれども。先ほど申し上げたように2ヶ月ぐらいもののけ姫の印象が心から離れなかった時期があったっていうことなんですけども、その頃なんですが、ある友人から頼まれて、もののけ姫の主題歌を私のライアの弾き語りで、テープに、その頃カセットテープが主流だったもんですから、テープに録音したんですね。それでその音源を確認のために再生して聞いていた時に私も宮崎さんのキャラクターたちに自分の歌で花を添えられたらいいなっていう思いが涙とともにドッと湧いてきたんですね。でも自分でもなんか不思議な感じになって、これはなんか不思議だなっていう感じがありまして、でその後ずっとなんか宮崎さんにこの気持ちを伝えなくちゃっていう思いが強迫観念のようにいつもつきまとってたみたいな感じになって、でとうとうお手紙を書くことにしたんですね。その頃ね、メールとかまだそんな使われていなかったんで、で宮崎さんに私の感想と、当時ももう宮崎さんはもうこれで映画作りはもう やりませんって宣言されてたんですね。なのでもし万が一作られることがあったら私も自分の歌で
花を添えられたらとても幸いですっていうような文面も入れてお手紙を送ったんですね。やっぱりこういう作品は世界の人たちも絶対喜ぶと思うんで、いつかそういうふうに海外でもね皆さんが見る機会が与えられる日が来るようにと、願っているっていうようなことも書いたんです。はい、それでその時私の数年前に出していた「銀の雫」っていう CD と、そして「もののけ姫」を録音したその音源や他の曲もいくつかライアンの弾き語りで演奏したそういう収録したテープを一緒に添えてお送りしたんです。実際にその後はお手紙お返事いただいたんですか？そうなんです。そしたらもう2週間も経たないうちにお返事くださったんですね。はい。それでも私も嬉しくしていたんですけれども、その中に今実は煙突火器の輪という企画を進めているんですけれども、ということでその物語について書かれてあったんですね。どういうストーリーだったかというと、なるべく宮崎さんの言葉を正確に言いたいと思うんですけれども、東京が2回目の大地震に襲われるということで、そこに大阪からある画学生の少女が自転車を抱えて上京してくるんですね。で混乱したその東京の中で一箇所古い家並みが原として残っていて、そしてまた地震にもあるいは国の再開発計画にも動ぜずに断固として生き残ろうとしている町があるっていうんですね。でその町の中心に古い銭湯があって、その少女はその銭湯の煙突に絵を描くことを条件に番台のおばあちゃんと部屋代ただの約束を取り付ける。そしてそのお風呂屋さんの裏の元使用人の部屋に住み着くだっていうことだったんですね。なるほどですね。はい。で多分その少女はその廃墟と再生にもがいている東京、その宮崎さんがおっしゃるには昔海の底だったその平野と大地を、その煙突の上からその少女は眺めながら、大東京眺めながら歌を口ずさむはずだと思うんですけれども、今の自分にはどんな歌か見当もつきませんって。でこの企画が実現するかも全然わかりません。ただなんかそういう状況は深刻でもそれを上回る命の輝きを持つ主人公を誕生させられたらと願っていますって書かれてあったんですね。ただそれでもしそれが実現した時には、あなたにまた連絡するかもしれませんけど、企画っていうのは実現しない企画の方が多いので、あまり期待しないでくださいねみたいに書いてください。で私はもうお返事をいただけたっていうだけで嬉しくしてまして、その当時は曲をじゃあ作ってみようかなんていう思いはなかったんですけれども、それから1ヶ月半ぐらい経った時なんですけれども、私が新しい曲をライアで練習しなくてはならなくて、その次のコンサートに準備でしていたんです。忙しかったんですけど、ちょっと練習の手を休めた時に口ずさんで演奏したく弾いてみたくなるメロディーが何回か繰り返し浮かんできたんですよね。ふと思い浮かんだというか。はい。でこの忙しい時に変だなとかって思いながらも、ちょっと書き留めとこうって書き留めたんですけれども、その後一段落して数日後だったかと思うんですが、そのメモを引っ張り出してきて見ました時に、もしかしたらこれは煙突火器の輪に合う曲かもしれないとちょっと思ったんですね。でもしそうだったらどんな歌詞がつけられるかなって思って、私は作詞の才能があまりないもんですから、ただ最初のところはその輪のイメージっていうのが私の中にありまして、何か状況は深刻でもなんか自分の
心は豊かな、うちの世界がものすごく豊かな少女に違いないって思ってまして、でということはその少女はもう夢を描ける少女だなっていう思いがあったので、最初の呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たいっていうのはさっと浮かんで、メロディーともあったんで、これはいいなと思ったんですけど、その後が続かなくてですね、ちょうどある身体技法気流法という身体技法の稽古仲間で作詞家で詩人で作詞家の賀来和子さんという方が友達だったもんですから、詩も作られるし朗読もされるっていうことで、賀来さんにちょっと相談してみようと思いましてね。ただその最初の冒頭の部分はできたら私のその言葉を使ってほしいとか、あと詩を書いていただいてもお支払いできるわけでもないしっていう、なんかこんなこと頼んだら失礼かなって思いつつも、ちょっと賀来さん考えてみてくれるっていうふうに持ちかけましたら、賀来さんも快く「いいわよ」って言ってくださって、それですぐじゃなくていいから3ヶ月ぐらいゆっくり考えてみてって言ってたんですね。そうしましたらなんか後から聞いたら賀来さんは机に向かって20分でほとんど出てきちゃったっておっしゃったんですけれども、一応私が3ヶ月ぐらいって言ったもんですから、あとなんかこう涙が出てきて20分で書いちゃったっていうのはもしかしたら危険なこともあるんで、寝かしといた方がいいなって思ったなんておっしゃってましたけれども、3ヶ月後に私に持ってきてくださって、それがまた期待を上回る本当にいい詩だったもんですから、どこだったか私が賀来さんの家に行って、こうライアン持って弾いてみたら2人でこう涙が出て「いい曲だね」って言って、自分で作ったっていう感じじゃなくて、なんかどこかからいただいたっていう感じがあるもんですから、なんか素直に「いい曲だね」って言えたみたいな。で今後にその曲が「いつも何度でも」になるっていうことですよね。とすると煙突影の輪っていうお話出てたと思うんですけれども、その企画自体はそれからどのような形になっていったんですか？その企画はどうなったかっていうのが分かったのは、その今の賀来さんと作った曲を一度本当は最初お送りしようなんて思わなかったんですけれども、いい曲になったんで、宮崎さんのお手紙がきっかけでこういう曲ができたっていうことで、宮崎さんもきっと喜んでくれるんじゃないかなって思って、もちろんいろいろ微調整した後に一応2パターン作って、それを宮崎さんにお送りしたんですね。そしたら今度はなかなかお返事がなくてですね、2ヶ月ぐらい経った、あれはいつだったかな、多分1999年の8月か9月だったと思うんですけれども、お返事が来まして、実は煙突影の輪がボツになりました。残念ながら。でもいつも何度でも繰り返し聞きましたと。輪が暗い遠い地平線を眺めながらつぶやくように歌う横顔が目に浮かぶようですなんて言ってくださって、いい歌ですと。遠いところを見つめる透明な眼差しだったでしょうか。それと同時に近くのものに対する優しさの両方を持っていて、しかも風を感じますなんて言ってくださって、私はもうそれだけで嬉しくして、万歳なんていうような感じだったんですけれども。なるほどですね。宮崎監督からのメッセージ嬉しいですよね。なのでボツになったとかっていうのをあまりちょっとはがっかりしましたけど、でも聞いてもらえてよかった、喜んでもらえてよかったっていう気持ちの方が大きかったです。なるほどですね。先ほどですね、賀来さんとたくさん歌詞のところで議論されたというふうにお伺いしてるんですけれども、ちょっと私が出来上がったいつも何度でもに質問するのも大変失礼なんですけれども、今出来上がっている歌詞のどういったところを具体的にこだわられたというか。今皆さんが聞いてくださっているいつも何度でもの中に、果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱けるっていうところ、まず賀来さんはあまりにも果てなく道は続くけれど光抱けるこの両手があるっていうふうに
書いてくださってたんですね。それで私もその頃まだ体調もあまり万全ではなくて苦しい時期だったもんですから、こうちょっとでもなんかあまりにも果てなく道は続くけれどっていうともうがっくりきちゃう。遠くのようすごく遠くのように感じる、はい、なのでこれちょっと賀来さん苦しくなって歌えないんだけどっていうふうに言ったんですね。そしたら由美さんの声で歌ったらそんなみんな明るい暗い気持ちにならないと思うよなんて言ってくださったんですけど、でもどうしてもちょっとこれは歌えないんでって言ってちょっと無理をお願いして今の歌詞に書いていただいたんです。最初のこの「あまりにも果てなく道は続くけれど」の方がぴったりメロディーに合うんですけれども「果てしなく道は続いて見えるけれど」ってすると私も楽に歌えるんでその部分と、そしてその後の光抱けるこの両手があるっていうのを、この両手は光を抱けるというふうにしていただいたんですけれども、これはなぜかっていうとちょうど私その1年ぐらい前だったかな、友人でこう糖尿病を患ってそれがこう進行して足がこうエソになって切断を余儀なくされて、今度は腕も切断しなくちゃならないかもなんて言われてたこう友人がいたんですけど、その人にどうやって今度励ませるかななんて言って悩んだ時期があったんですね。だからちょっとこの両手があるっていうのはそれでちょっと来ちゃったわけなんですね。なので賀来さんごめんなさい、この両手は光を抱けるっていうふうにこう光を抱けるの方に注意が向くようにしてもらってもいいって言ったらまあいいでしょうみたいに言ってくださって、それで帰ってもらったんですね。こう両手があるっていうところの意識ではなくて、光を抱けるんだよっていうところに意識を向けて言い方は失礼かもしれないですけど、両手がない方が聞かれたら、こうちょっと悲しませてしまうっていうところですよね。それが結構私気になりまして、やっぱりどんな人が聴いても励まされる歌の方がいいなって思って、無理をお願いしてそういうふうに、言ってしまったんですけど、あともちろん私の最初の冒頭の部分は賀来さんは詩人なので、本当は賀来さんがより気に入ってるフレーズがあったんですね。でそれは私も賀来さんの意見を尊重しなくちゃと思って第1案と第2案って作って、宮崎さんにお送りしたんですけれども、ちょっと最初のところがどういったかな。ときめきの色はどんな色だろう、心の大地に鮮やかな夢っていくんですね。私自身はやっぱり心躍るっていうのと心がときめくっていうのはもう全然なんか別の世界のように感じられて、やはり心躍るっていうのを使いたかったんですね。なのでそこもちょっと無理をお願いして、できたらこれを使ってくれないっていうのを聞き届けてくれたというか、そんな感じですね。とにかくどんな人が聴いても心が明るくなるような歌になってほしいなっていう願いが、私自身がちょっとそういう体調にも問題があって元気になりたいって思ってたもんですから、気になったところでした。本当に木村さんの歌も何曲か聴かせていただいて、木村さんの歌ってやっぱり優しさをすごく感じるっていうので。そうですか。ありがとうございます。嬉しいです。それはあれですか、最初お子さんの時に何歳の時ですか、千と千尋ご覧になって。そうですね、もともと隣のトトロであるとか、そういったものは小さい頃から見ていたんですけれども、いろいろなものを理解して物心ついてから一番最初に見たのが今回の「千と千尋の神隠し」でして、中でも一番好きなシーンがちょっとあるんですけれども、白が千尋にお食べって言っておにぎりを渡すところが好きで、その背景で実は木村さんが手掛けられている「命の名前」という曲が流れてるんですけれども、あのシーンを見ると涙を今でもしてしまうぐらい好きですね。そうですか。でもそうやって若い世代の方たちが
今でも覚えててくださって、本当私も作品に関われたことが本当ラッキーだというふうに感じます。ありがとうございます。で、ここからですね、はい、今歌詞の内容について具体的にお話を伺ってきたんですけれども、はい、その曲自体が「千と千尋の神隠し」に起用されるきっかけというか、そういったことを木村さんどのような形で知る流れになったといいますか、その辺も伺いたいんですけれども。はい、2001年の2月にスタジオジブリのスタッフの方と宮崎さんからお電話をいただいたんですね。はい、今進めている、そして2001年の7月に公開予定の「千と千尋の神隠し」という作品の最後に曲を流したいんですけれども、はい、いいでしょうかっていうお話だったんですね。それで私はどの曲ですかって聞いてしまったんですけれども、はい、なぜかっていうと当時ももうすでに久石譲さんの音楽と一緒になんかちょっと不気味な感じの映像が予告編として流れていて、もうすでに流れてたんですね。はい、でそれを見ながら今度の宮崎さんの映画はどんな映画なのかななんて思ってたもんですから、あれに合う歌っていうのはどういうんだろうって一瞬思ったんですね。はい、それでそうやってお聞きしましたら「いつも何度でもです」って言ってくださって「あ、そうですか、あれが合うんですか?」って言ったら「最後に使いたいんです」って言ってくださって「はい、じゃあ嬉しいです、使ってください」っていうふうにもちろんお答えしたんですけれども、そうしましたらスタッフの方がでも今度の映画でも銭湯は出てきますし、はい、リンっていうキャラクターも出てきますんで、はい、なんてねおっしゃってくださって「あ、そうなんですか」なんて聞いてました。はい、でその後はもう皆さんご存知のような展開で、2001年の7月に公開になったんですね。はい、実際に木村さんも映画館でやっぱり行かれたんですか、足を運ばれて。そうですね、最初試写会に呼んでいただきまして、あとなんか自分でも一回見に行ったりしたかと思います。はい、最初見られてどんな感想といいますか、どんなはい、最初もドキドキしながら、はい、なぜかって言いますと、普通主題歌っていうと、最後だけに流れるっていうのは少ないと思うんですね。だいたい本編のところどころでそのテーマが流れていて、それで最後に流れるっていうのが普通じゃないかと思ってたもんですから、その急に最後にボンって曲が使われて大丈夫なのかなって心配だったです。私自身気づいてなかったんですけれども、作中には流れなかったんですね。そうなんです。流れてるように感じてました。私はぜひ久石さんになんかアレンジしていただいて、曲だけでもどっかに流していただければ、嬉しいななんて思ってたんですけど、ちょっとそれは叶いませんで、はい。なるほどですね。そういった形で、千と千尋の神隠しに起用されるといった形に流れになったんですね。差し出がましいですが、木村さんの願いが届いた瞬間の貴重なお話いただけてありがとうございました。ありがとうございます。いつも何度でもというタイトルで、歌詞の中にも使われてタイトルにもなった曲ということで、改めていつも何度でもが本当に伝えたいことというか、ちょっとそのいったところ深掘りできればなと思ってるんですけれども。願望は心の中で繰り返し思い描くことで実現していけるんだ、心にイメージを描くことが、夢を実現していくためのエネルギーになるんだっていうことじゃないかと思うんですね。思い描くってことはね、特にお金がかかることでもないですし、誰もが自由にできるので、肯定的な思いを描いて、そして自身の心が本当に踊ることをいつも思い描き続けて、そしてまたそれを楽しんでほしい、でそしてその夢を実現していってほしいと。宝は皆さんの心の中にあるんだというようなことじゃないでしょうか、というふうに私は感じます。いや、今のメッセージいただけただけで、すごい勇気を見ている皆さんにも与えられたんじゃないかなと思います。そうだったらいいんですけども、はい。なるほどですね。いつも何度でも繰り返しイメージをして目標を達成するためには大変なことも失敗したりもあると思うんですけど、そういったものを楽しんで、実現してほしいっていうやっぱり願いということですね。辛いことがあったりすると、つい暗いことの方を思っちゃうんですけれども、
本当に自分の心が躍ることを心から離さないっていうのが本当に大切じゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。もう一点ちょっとお聞きしたいんですけれども、木村さんがジブリに出会われてご自身が変わったこととか何か変化が起きたこと、もしあればちょっとお聞きしたいんですけれども。一番はやっぱり宮崎さんの作品に触れて感動して共感できたことで私も純粋にその作品に自分の歌で関われたらいいなっていう思いを持つようになったことを、それがまた実現したことでより大勢の人の前で歌わせていただいたり演奏させていただく機会がいただけるようになった、ということ。その後も日本だけではなく海外からも結構メッセージが届くんですね。でそれがもう逆に私にとって大きな励ましになったこと、そういったことでしょうか。ありがとうございます。最後にですね、今回こちらの動画たくさんの人にできれば見ていただけるように私も頑張るんですけれども、見ている皆さんにですね、木村さんからメッセージをいただければなと思います。私たちが思うこと、そして思い描くイメージっていうのは本当に実際に現実を変えていく、エネルギーがあると日頃私は感じているんですね。物事に対する受け止め方も含めてその思うことをぜひ大切にしてほしいっていうことがあると思います。なんていうのかな、思うことっていうのは目で見えるものじゃないので、結構知らない間にいろいろ思っちゃってるっていうことが多いと思うんですね。だけど今何を思ってるのかっていうのをちゃんと意識化して、本当に自分の心が躍る夢を心から離さず、いつも繰り返し思い描いていっていただきたい。そしてそれを現実の世界で実現していっていただきたいというふうに思います。ちょっと偉そうですね。いいとんでもございません。私もそのように努力しております。励みのお言葉ありがとうございます。木村さん、今回は貴重でまた余すことなくいろいろなお話をしていただいてありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。この企画はですね、ジブリをもうすでに知られている方はもちろん知られていない方、また私よりもですね若い世代ですね、まだまだ小さい方たちにジブリをいい意味で知っていただくコンテンツにできればなというふうに思っております。次回はなんと木村さんにですね歌も披露していただけるということで、いつも何度でもと世界の約束を2曲お届けできればなというふうに思っておりますので、今回はこれで終わりになるんですけれども、そちらもぜひ視聴いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。視聴いただいた皆さん、木村さんありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.